はい、皆さんこんにちは。Welcome back to my channel。今日は私は山梨県の荒倉浅間公園だったかなに来ています。皆さん、この景色が見えますか？チュルン！じゃじゃーん！はい、富士山と桜が一緒に見られるスポットに来ました。最近のポッドキャストのエピソードで私が桜から学んだことについて話しました。ポッドキャストのフォロワーさんだけじゃなくて YouTube のフォロワーさんにも見てほしかったので、ここにもアップロードすることにしました。はい、皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。じゃあ始めましょう。Let's start! はい、皆さんこんにちは。The Mick Real Japanese Podcast へお帰りなさい。ですね、これから皆さんにまずお知らせがあるんですけど、これから毎週月曜日に新しいエピソードをアップロードします。これからもっと頻繁にポッドキャストを更新していこうと思っています。今、桜がもう満開は終わっちゃったかな？満開が多分4月の1日か3月31日かな？ 3 月の終わり30日とか4月の1日ぐらいが満開でした。大阪では。北に行けば行くほど満開になる時期は遅くなるんですけど、関西、私が住んでいる関西では、もう満開は終わりました。満開っていうのはもう全部のつぼみが開きました。これを満開と言います。100% 咲いていますね。で、今はもう桜の花びらは散り始めているんですね。で、毎年桜を見るたびに考えることがあるんですね、私。で、これはね、これは日本独特の、感覚なのかもしれません。日本って四季がありますよね。春、夏、秋、冬。四季がありますから、それぞれの季節で感じることが違うと思うんですね。で、4月っていうのは、日本では、新しいことが始まる月です。っていうのは、海外では学校は多分9月に始まると思うんですけど、日本では4月に始まります。3月に卒業式があって、4月から小学校、中学校、高校が始まったり、あと、大学を卒業したら4月から、入社します。会社に入ります。入社します。だから日本人は桜を見ると何か新しい始まりを感じるんですね。はい。ですから冬を越えて春になって桜を見ると、よし、また心機一転頑張ろうって思ったり、心機一転っていうのは心を入れ替えて頑張ろうって思ったり、新しいことに挑戦してみようって思ったり、また今年の目標を、立て直したりします。年の初めに1月に新年の抱負をみんな考えると思うんですけど、日本人にとっては4月も新しい始まりを感じる月なんです。はい。だから桜を見て、いつも、よし、また新しく何かを始めようという気持ちになります。はい。で、これは感じることですね。桜を見て感じることですね。で、私が毎年桜から学ぶこととか気づかされることは2つあって、1つ目は人生の短さです。はい。人生っていうのは life ですね。で、短さっていうのは、なんと言うんだろうね。how short it is 短いが形容詞で、短さっていうのは名詞ですね。英語で何だったか忘れたんですけど、人生は短いんだなってことを毎年気づきます。っていうのは桜って10日から2週間で散るんですね。冬を越えて、やっと春が来て満開になったと思ったら、10日から2週間で全部散るんですよ。で、それを見て、なんか
儚いな儚いなといつも思います。儚いっていうのは、英語で fleeting かな。本当に、いつ終わってもおかしくないなと、毎年、桜に気づかされます。うん。私たちもしかしたら明日死ぬかもしれないですよね。明日じゃなくても来年死ぬかもしれないですよね。うん。で、桜みたいに私たちの命ってすごく儚いものだと思うんですよ。ちょっとすごくなんか暗い話になってるんですけど、暗い話じゃなくって、私たちいつも、こういうことを考えないかもしれないんですけど、私たちの人生は桜みたいに儚いと思うんですよ。いつ事故に遭ってもおかしくないし、いつ地震が来てもおかしくないですよね。だから毎年桜が散るのを見ると、本当に毎日自分らしく生きようと思います。自分らしく生きて、目の前にあるものを大切にしようと思いますね。例えば、家族との時間だったり、友達と一緒にいろんなことを話す時間だったり、自然の中で、散歩する時間だったり、私にとって大切なことをもっと、大切にしていこうって思います。多分、2020年にコロナが始まった時も、みんな同じような経験をしたと思うんですけど、一回立ち止まって自分の人生について考えたり、自分にとって何が大切かっていうことを考えさせられたと思うんですよ。みんな。仕事しなくていいし、なんかいろいろ考える時間があるし、多分2020年にもそういう、時期があったと思うんですけど、私はもう桜を見るたびに、自分にとって一番大切なことは何だろうとか、もし1年後死ぬとしたら、私は今と同じように生きているかなって考えたりとか、もう一度自分の人生を見つめ直す時間を桜は与えてくれます。はい。桜ってすごくかっこいいなと思います。咲くときは精一杯咲いて、散るときは潔く散る。潔くってなんていうのかな。もう後悔なく散る。何も思い残すことなく散るっていうイメージがあるんですけど、そんな風に私も生きたいなと思います。はい。それが一つ目です。で、二つ目は、桜って、つぼみがたくさんありますよね。花が咲く前の閉じてる状態をつぼみって言うんですけど、つぼみがたくさんありますよね。で、みんな一つの枝でつながってるんですよ。でも、咲くタイミングはバラバラですよね。早く咲くつぼみもあれば、遅く咲くつぼみもあります。それを見て、いつも思うのは、人間って自分と人をよく比べたがるじゃないですか。あの人は成功してるけど、私はまだ成功してないとか、あの人はもう結婚してるけど、私はまだ結婚してないとか、あの人はもう子供3人いるのに私はまだ子供ができないとか、人と比べてしまうのが人間だと思うんですけど、桜は自分のタイミングが来たら咲くだけ。別に、早く、なんか周りの桜が咲いたから早く私も咲かないとって言って咲いてるんじゃなくて、自分のタイミングで咲いてると思うんですね。まあ、そうなのかどうかわかんないんですけど、私が見て感じるのは、自分のタイミングが来たら咲いて、自分が散るタイミングが来たら散る。ただそれだけ。で、結局、同じ枝にみんなついてるから、結局みんな繋がってる。だから、あの人は咲いてるけど、私は咲けないって思わなくてもいいし、あの人は先に咲いたけど、私は私のタイミングが来たら咲けばいいって、人間も思えばいいのになぁと思います。それは結構ね、難しいと思うんですけど、特にこのSNS って英語でソーシャルメディアだと思うんですけど、特にSNS でみんな自分の
人生のハイライトを見せてるじゃないですか。誰も自分が悲しい時の自分の顔の写真を撮ってシェアする人なんていないじゃないですか。みんな、なんか今日すごく楽しかったとか、今日ここに行ったとか、みんなそういう自分の、ポジティブな面だけをソーシャルメディア、SNS で見せていますよね。だから、そういうのを、そういう情報がたくさん入ってくる時代ですから、それを見て、私はまだまだ何もできていないのに、みんなはいろんなことを頑張ってるとか、SNS を見ると、なんか人と比べてしまうことがあると思うんですね。私も含めて。私もありました。でも、前に比べるとだいぶ減りました。それは、人それぞれ自分のタイミングがあるっていうことに気づいたのと、あと、思ったのは、その人の人生と私の人生は全く別のストーリーだと思うんですよ。全く別の本だと思うんですね。で、たとえその人が、その人の人生の本の第3章にいて、私が私の本の第1章にいたとしても、全く違う本なので、比べる必要がないってことに気づきました。で、これを気づくんですけど、やっぱり忘れてしまうんですね。人間だから。でも桜のつぼみが自分のタイミングで咲くのを見ると、毎年、自分が何をしたいかを大切にしようとか、他の人と比べるんじゃなくて、今自分の目の前にあることを精一杯しよう。今自分がしたいことをしよう。今自分にできることをしようって思えるんですね。はい、この2つが毎年桜が私に気づかせてくれることです。これはね、私が個人的に毎年桜の季節に感じていることです。だからみんなも、ぜひ、桜の季節に日本に来て桜を眺めてみてください。はい、じゃあ今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。皆さん、もし時間があったら、このポッドキャストから学んだことをレビューに書いてみてください。皆さんがレビューを書いてくれると、このポッドキャストはもっとたくさんの日本語学習者に広がって、もっといろんな人に聞いてもらえるようになるので、もしレビューを書いていただけたらすごく助かります。時間があったらお願いします。はい、じゃあ次のエピソードで会いましょう。毎週月曜日にアップロードするからね。じゃあまたね。ありがとう。